レッスン1、私と結婚してくれませんか？アンナさん、こんにちは。聞きたいことがあります。こんにちは、ジョン。何を考えていますか？最近よく考えていて、知りたかったのですが、私と結婚してくれる？なんてこった。こんなことになるとは思っていなかった。はい、あなたと結婚します。それは素晴らしい。それを聞いてとても嬉しいよ。私もワクワクしています。いつ結婚したいの？多分来年の夏かと思ってた。どう思う？夏はパーフェクトですね。結婚式の計画を始めるのが待ちきれません。私もです。忘れられない一日になりそうだ。同感です。美しい場所を見つけて、友達や家族全員を招待しないといけません。間違いなく。そして、特別な瞬間をすべて捉えるフォトグラファーを選ぶ必要があります。はい。伝統的なセレモニーであれ、ユニークなセレモニーであれ、どのようなセレモニーを希望するかを考える必要があります。それは良い点です。予算も考慮して、優先順位のリストを作るべきです。絶対に。私たちは思い出に残る結婚式をしたいのですが、財政面にも気を配る必要があります。正しい。一緒に調査して意思決定を始めましょう。計画のように聞こえます。あなたと一緒にこの旅に出るのが待ちきれません。私もです。そばにいてくれて感謝するよ。レッスン2、朝のワークアウトルーチン。アンナさん、こんにちは。定期的な運動はありますか？こんにちは、ジョン。はい、アクティブでいるようにしています。あなたはどう？私は大抵朝にランニングに行きます。一日をポジティブにスタートさせるのに役立ちます。それは素晴らしいですね。もっと有酸素運動をルーティンに取り入れたいと思っていました。ランニングは心拍数を上げてカロリーを消費する素晴らしい方法です。同感です。普段はどれくらいの時間走りますか？目標は30分くらいですが、もっと時間があればもっと長く行くこともあります。それは印象的です。そのために努力しないといけない。短いランニングから始めて、スタミナが向上するにつれて徐々に持続時間を増やします。それは良いヒントです。そのことは心に留めておくよ。ランニング以外に何かエクササイズをしますか？はい、家でも筋力トレーニングをしています。腕立て伏せ、スクワット、プランクは私の頼りになる動きです。ああ、それらは古典的なエクササイズです。私のルーティンにも取り入れてみるべきです。筋肉を鍛え、全体的な筋力を高めるのに最適です。さらに、どこでもできます。それは便利です。絶対やってみるよ。過度な運動を避けるために、体の声に耳を傾け、休息日を取ることを忘れないでください。絶対に。自分を奮い立たせることと、体を回復させることのバランスを取ることが重要です。正確に、健康的な運動習慣を維持するには、
一貫性が重要です。私は心から同意します。ワークアウトのヒントを共有していただきありがとうございます。本当に役に立ちました。どういたしまして。お役に立ててよかったです。良い仕事を続けてください。そうすればフィットネスの目標を達成できるでしょう。レッスン3、スーツとネクタイ。アンナさん、こんにちは。プロとしての服装について質問があります。こんにちは、ジョン。喜んでお手伝いします。何を考えているの？来週ビジネスイベントに出席する予定で、スーツにネクタイをつけるべきか迷っています。それは素晴らしい質問です。ドレスコードやフォーマルレベルにもよります。フォーマルなイベントなので、良い印象を与えたいです。その場合は、ネクタイをした方がいいでしょう。エレガンスとプロ意識が少し加わります。それは理にかなっています。グレーのスーツを着ています。その場にふさわしいだろうか。グレーのスーツは用途が広く、とてもスタイリッシュです。よりプロフェッショナルなルックスを求めるなら、クラシックなチョイスです。それを聞いて心強いです。自分が着ているものに自信を持ちたい。確かに、自信が鍵です。スーツが体にぴったりフィットし、適切に仕立てられていることを確認してください。それを心に留めておくよ。ネクタイは柄物にするか、無地のネクタイにするべきか。無地のネクタイは、フォーマルなイベントには安全です。スーツを引き立てる中間色にこだわりましょう。なるほど。ネクタイの幅は？従うべきガイドラインはありますか？一般的に、ネクタイの幅はスーツジャケットの襟の幅と一致する必要があります。それは役に立つヒントです。ネクタイを選ぶときは必ずそのことを考慮しておきます。素晴らしいスーツとネクタイは、しっかりとプレスされたシャツと磨かれた靴と合わせることを忘れないでください。これらすべての提案に感謝します。イベントで強い印象を与えたいです。レッスン4、第一印象。アンナさん、こんにちは。第一印象を良くするのが心配ですか？こんにちは、ジョン。良い印象を与えることは私にとって重要です。なぜ聞くの？来週就職の面接を受ける予定で、自信と能力があることを確認したいです。それは理解できます。第一印象は、他の人があなたをどう認識するかに大きく影響します。まさに、ポジティブな第一印象を与えるコツはありますか？その場にふさわしい服装をして、良い姿勢を保ってください。プロ意識と自信の表れです。良い点です。面接中はきちんとした服装をして、背が高く立つようにします。さらに、面接官に挨拶するときは、アイコンタクトを保ち、しっかり握手をしてください。自信が伝わります。それは絶対に心に留めておくよ。コミュニケーションスキルについてはどうですか？それについて何かアドバイスはありますか？明確かつ簡潔に話し、面接官の質問に注意深く耳を傾けてください。効果的なコミュニケーションが不可欠です。同感です。積極的に耳を傾け、
明確なコミュニケーションを取ることで大きな違いが生まれます。準備しておくことも重要です。会社を調べて、自分の資格や経験について話し合う準備をしておきましょう。準備が重要です。時間をかけて会社を調査し、面接でよく聞かれる質問への回答を練習します。それは素晴らしいアプローチです。自信は、応募する職種について十分な準備と知識を持っていることから生まれます。あなたのアドバイスに感謝します。今はもっと自信が持てるようになった。レッスン後、施設の営業時間。アンナさん、こんにちは。近所の施設の営業時間について知りたいです。こんにちは、ジョン。それは便利だ。どの施設に特に興味がありますか？ジム、プール、図書館がいつ開いているか知りたい。ジムは通常、平日の午前6時にオープンし、午後10時に閉まります。週末は午前8時にオープンし、午後8時に閉まります。それは知っておくと良いことです。私は午前中に運動するのが好きなので、開店時間が早いのが私にぴったりです。スイミングプールは、メンテナンスのため休業となる月曜日を除き、毎日午前9時から午後7時まで営業しています。それを心に留めておくよ。私は午後に泳ぐのが好きなので、その時間帯は私にとっては都合がいい。図書館については、月曜日から金曜日の午前10時に開館し、午後6時に閉館します。土曜日は午前11時に開館し、午後4時に閉まります。それは素晴らしいです。週末に図書館で過ごすのが大好きなので、その時間は自分にとっても都合がいい。様々なスケジュールに対応するために、このような施設を様々な時間に利用できるのは良いことです。同感です。コミュニティスペースは誰もがアクセスできることが重要です。絶対に。営業時間を知ることは、これらの貴重なリソースを計画し、最大限に活用するのに役立ちます。情報を提供していただきありがとうございます。これで、それに応じて活動を計画できます。レッスン6、プログラムに関する考慮事項。アンナさん、こんにちは。町の新しいコーディングブートキャンプについて聞いたことがありますか？レビューは印象的です。こんにちは、ジョン。はい、聞いたことがあります。このプログラムには強力なサービスがあるようだ。検討中ですか？絶対に、コーディングのスキルを伸ばしたいと思っていましたが、ブートキャンプは絶好の機会のようです。それは素晴らしいです。決定を下す前に、様々なプログラムを調査して検討することが重要です。同感です。カリキュラムについて読んだことがありますが、そのカリキュラムは幅広いプログラミング言語とフレームワークを網羅しています。それは印象的です。包括的なカリキュラムは、コーディングの道のりの確固たる基盤となります。はい、ブートキャンプでは、実践的な学習に欠かせない実践的なプロジェクトやメンターシップも提供しています。実践的な経験とメンターシップは、学習を加速させ、スキルを効果的に応用するのに役立ちます。まさに、私を導き、サポートしてくれる業界の専門家にアクセスできることは非常に貴重だと思います。
これは間違いなく考慮すべき貴重な側面です。経験豊富な実務家から学ぶことで、洞察力や業界とのつながりを得ることができます。ブートキャンプでは、就職に役立つキャリアサービスも提供しています。新しい職種への転職を考えている私にとって、これは大きなプラスです。キャリアサービスでは、履歴書作成、面接準備、就職活動戦略に関するガイダンスを提供できます。これは貴重なリソースです。同じ考えでいてくれて嬉しいです。このコーディング、ブートキャンプを進めることに自信が持てるようになりました。レッスン7、スイートトゥースインダルジェンス。アンナさん、こんにちは。甘党ですか？私はデザートにふけるのが大好きです。こんにちは、ジョン。ああ、絶対に。甘いお菓子も結構好きだよ。好きなデザートは何ですか？一つだけ選ぶのは難しいですが、私はチョコレートラバケーキが大好きです。温かくてネバネバした中心がたまりません。ああ、それは天国のようですね。私はどちらかというとチーズケーキのようなクリーミーなデザートのファンです。滑らかな食感とコクのある味わいが楽しい。チーズケーキは最高です。好きなフレーバーやトッピングはありますか？私はクラシックなニューヨークスタイルのチーズケーキが好きです。プレーンでもピリッとしたフルーツコンポートを乗せて食べるのも好きです。美味しそうだね。フレッシュベリー、タルトのようなフルーツベースの美味しいデザートも好きです。酸味と甘さのコンビネーションは完璧です。ベリータルトが美味しい。美味しいだけでなく、ベリーの鮮やかな色で見た目も魅力的です。絶対に。デザートは目の保養にもなります。伝統的な英国のスティッキー、トフィー、プディングを食べたことはありますか？ああ、はい。温かくて粘り気のあるキャラメルソースとしっとりしたスポンジケーキの相性は最高です。心地よいデザートです。これも私のお気に入りの一つです。デザートには安らぎと喜びをもたらす方法がありますよね。彼らは間違いなくそうします。ご自身へのご褒美に、そして時々甘いものにふける素晴らしい方法です。絶対に。人生は短すぎて、美味しいデザートの誘惑に負けません。レッスン8、共通点の発見。アンナさん、こんにちは。共通点がたくさんあることに気づきました。積極的に耳を傾け、共通点を見つけることは素晴らしいスタートだと思いませんか？こんにちは、ジョン。絶対に。共通の関心や経験を認めることで他の人とつながることは素晴らしいことです。間違いなく。信頼関係を築き、有意義な会話の基盤を作るのに役立ちます。では、あなたの趣味にはどのようなものがありますか？ハイキングや自然探検を楽しんでいます。リラックスしてアウトドアの美しさを味わうには最高の方法です。あなたはどう？私も熱心なハイカーです。自然に囲まれてトレイルで自分に挑戦するのは魔法のようなものです。それは素晴らしい。いつか一緒にハイキングの計画を立て、新しいトレイルを発見すべきです。私はそれが好きだ。ハイキング仲間と一緒に新しいトレイルを探索するのは素晴らしい経験になるでしょ私たち二人とも野外活動に感謝しているのは素晴らしいことです。音楽はどう？
きなジャンルやアーティストはありますか？私はロックミュージックの大ファンです。ロックソングのエネルギーと情熱は本当に心に響きます。あなたはどう？ロックミュージックは素晴らしい。幅広いジャンルを楽しんでいますが、最近はジャズをよく聴いています。滑らかなメロディーと即興演奏に魅了されます。それは面白い。ジャズには独特の魅力があって、ミュージシャンがその場で美しい音楽を作り出せるというのが印象的です。絶対に。ジャズパフォーマンスの自発性と創造性は本当に素晴らしいです。私たちの音楽の好みに共通点を見つけるのは素晴らしいことです。確かにそうです。さまざまな趣味や興味が人々を結びつけ、つながりを育むことができるのは興味深いことです。これ以上は同意できませんでした。積極的に耳を傾け、共通点を見つけることで、有意義な関係を築き、視野を広げることができます。よく言った。これからも共通の関心事を探求し、一緒に新しい冒険に乗り出しましょレッスン9、一人旅の安全。こんにちは、アンナ。一人で旅行したことはありますか？一人旅の安全が心配です。こんにちは、ジョン。はい、あります。安全は間違いなく考慮すべき重要な側面です。具体的にどのような懸念がありますか？不慣れな場所を移動したり、所持品を安全に保管したりするのが心配です。あなたの懸念は理解しています。安全性を高める方法の一つは、事前に調査して計画を立てることです。それを考えたことはありますか？絶対に。現地の慣習、交通手段、安全な場所などを事前にリサーチしています。それは素晴らしいアプローチです。また、帰国した人に旅行の計画を伝え、定期的に確認しておくと便利です。良い点です。信頼できる人とのコミュニケーションを維持することで、セキュリティをさらに強化できます。また、周囲に注意し、本能を信頼することも重要です。何かがおかしいと感じたら、注意して誤りを犯すのが一番です。同感です。注意深く観察することは、潜在的なリスクを特定し、危険な状況を回避するのに役立ちます。さらに、地元の文化に溶け込み、控えめな服装をすることで、不要な注目を減らすのに役立ちます。それは良いヒントです。現地の慣習を尊重し、文化的規範に適応することは、より安全な旅行体験につながります。絶対に。もう一つの安全対策は、隠しマネーベルトやホテルの金庫を使用するなど、貴重品を安全に保つことです。それは絶対に心に留めておくよ。自分の持ち物を守るために積極的に対策を講じれば、安心できる。最後に、他の旅行者と交流したり、グループアクティビティに参加したりすることで、コミュニティ意識が高まり、安全性が高まります。それは素晴らしい提案です。他の旅行者と会うことで、体験やサポートを共有する機会が生まれます。確かに、安全を優先することは重要ですが、冒険を心に留め、一人旅を楽しむことも不可欠であることを忘れないでください。ありがとうございます。今はもっと準備が整った気がする。これらの安全上のヒントを応用して、
一人旅の冒険を最大限に活用しようと思います。レッスン10、食料品の買い物。こんにちはアンナ。私はちょうど食料品の買い物から戻ったところです。卵を十数個買ったよ。もうしばらくは使い果たさないだろこんにちは、ジョン。それは素晴らしい。卵はとても万能な材料だ。その店で他にどんな品物を手に入れたの？う。また、新鮮な野菜、パン、そして数缶のスープも買いました。簡単な食事のオプションを用意しておくのはいつでもいいことです。絶対に。品揃えの豊富なパントリーがあると、食事の準備が簡単になります。たまたま果物も買ったの？はい、バナナの束とオレンジの袋を手に入れました。手早くヘルシーなスナックにぴったりです。それは素晴らしいです。栄養面でのメリットを得るには、果物を食事に取り入れることが重要です。乳製品を買いましたか？はい、牛乳パックとチーズブロックを購入しました。朝のコーヒーとサンドイッチには欠かせないものです。素晴らしい選択肢。ミルクとチーズは様々な料理に風味とコクを加えます。たまたまお得な情報や割引は見つかりましたか？はい、パスタをたくさん見つけたので、いくつかの種類を買いだめしました。パントリーの定番で、いつでも重宝します。それがスマートショッピングです。賞味期限の長い商品の割引や一括購入を利用すると良いでしょう。絶対に。シリアル1箱とピーナッツバターも買いました。これらは私の頼りになる朝食の選択肢です。忙しい朝にはシリアルとピーナッツバターが手早くて便利です。掃除用品を買ったことを覚えていますか？はい、万能クリーナーのボトルと食器用洗剤を購入しました。生活空間を清潔で衛生的に保つことは重要です。全くその通りだ。清潔な環境を維持することは私たちの健康にとって不可欠です。店舗から他に何か欲しいものはありましたか？リストにはすべて揃ったと思います。買い物袋をいっぱい持って帰ってきて、準備が整っていると分かって満足しています。間違いなく。品揃えの豊富なキッチンがあると、美味しい食事を作ったり、お気に入りの料理を楽しんだりすることができます。確かにそうです。さて、これらの食料品を片付けて、美味しい食事を作り始めましょレッスン11、整理整頓とお金を稼ぐ。こんにちは、アンナ。家を片付けてみたことはありますか？整理整頓してお金を稼ぐというアイデアも好きです。こんにちは、ジョン。はい、あります。整理整頓は、より整理された空間を作るのに役立つだけでなく、余分な現金を稼ぐ機会にもなります。それは素晴らしいです。整理整頓を始めるにはどうしたらいいの？長年積み重ねてきたものすべてに圧倒されてしまう。ご心配なく。まずは一度に一つのエリアに取り組むことから始めましょう。引き出しやクローゼットのような小さなスペースから始めましょう。管理しやすく、進捗状況を確認しやすそれは理くなります。にかなっています。ワードローブから始めて、服を整理します。不要になったアイテムはどうしたらいいの？
オークションサイトなどのプラットフォームでオンラインで販売したり、地元の求人広告を通じて販売したりすることを検討できます。これは追加のお金を稼ぐのに最適な方法です。商品の写真を撮ったり、説明を書いたりして、潜在的な買い手を引きつけます。販売できない商品についてはどうですか？販売できないアイテムについては、地元の慈善団体やシェルターに寄付することができます。それらは必要としている人たちに有効に活用されるでしょう。それは思慮深い提案です。寄付したい項目は必ず分けて、寄付するのにふさわしい団体を探します。それは素晴らしいです。整理整頓はあなたに利益をもたらすだけでなく、その過程で他の人にも役立ちます。ガレージセールについて考えたことはありますか？持っています。コミュニティと交流したり、複数のアイテムを一度に販売したりするのは楽しい方法かもしれません。一つを整理することを検討します。素晴らしい。校内販売は、特に事前に宣伝して魅力的な価格を提示すれば、非常に成功する可能性があります。ガレージセールの宣伝と商品のリーズナブルな価格設定には必ず力を入れます。関係者全員にとってお互いに有利な状況になるでしょう。絶対に。意図的に整理し、本当に喜びをもたらし、人生の目的を果たすアイテムだけを保管することを忘れないでください。同感です。私たちが誰であるかを反映し、私たちの幸福を支える生活空間を作ることが重要です。整理整頓のコツをありがとう。レッスン12、共同経費。アンナさん、こんにちは。次のプロジェクトについて考えていました。私たちもバランスの取れたコラボレーションを大切にしていることを理解しました。共有費用についてはどうですか？こんにちは、ジョン。費用分担は公正かつ実践的なアプローチだと思います。これにより、私たち2人が平等に貢献し、プロジェクトの成功に利害関係を持つことが保証されます。透明性を確立し、財務上の不均衡を回避することが重要です。どうやって経費を分割したらいいんですか？予算スプレッドシートを作成して、予想される費用をすべて一覧表示できます。そして、それらを均等に、または個々の責任に基づいて分割することができます。それは合理的な計画のように思えます。これにより、私たち一人一人が特定のタスクに関連する費用を負担することが保証されます。正確に。これにより、オーナーシップと責任感が高まり、よりバランスの取れた協調的な仕事上の関係が育まれます。同感です。全員が金銭的に投資されれば、より効果的かつ効率的に協力しようというモチベーションが高まります。これは双方にメリットのある状況です。間違いなく。費用を分担することで、一人の負担が軽減され、経済的影響も均等に分散されます。これは公正な取り決めです。私たちはどちらも公平性とコラボレーションを大切にしていることを知って心強いです。すべての経費を把握し、オープンにコミュニケーションを取るようにしましょう。絶対に。予算や予期せぬ出費について同じ考えを持つためには、コミュニケーションが重要です。同意した。定期的なチェックインと更新により、常に最新情報を入手し、必要に応じて必要な調整を行うことができます。チームワークがすべてです。確かにチームワーク。
私たちはこの取り組みに一丸となって取り組み、費用を分担することで、プロジェクトの成功に向けた一体感とコミットメントを育んでいます。これ以上は同意できませんでした。力を合わせれば、素晴らしいことを成し遂げ、プロジェクトを実現することができます。早速始めて、実現させましょう。レッスン13、キャリアパスの選択。アンナさん、こんにちは。もう選択肢を絞り込みましたか？私はキャリアパスとしてプロジェクト管理に傾いています。こんにちは、ジョン。まだ選択肢を模索中ですが、プロジェクト管理は興味深そうですね。その分野にあなたを引きつけるのは何ですか？私はチームを率いたり、タスクを整理したり、プロジェクトが実を結ぶのを見たりするのが好きです。これは、計画と調整に対する私の生まれながらの傾向と一致しています。それは素晴らしいです。自分の強みや興味に共感できるキャリアを選ぶことが重要です。他にどのような選択肢を検討していますか？また、マーケティングやデータ分析の分野でのキャリアも考えています。どちらも問題解決と戦略的思考が関わっていて、とても面白いと思います。それらは素晴らしい選択肢です。マーケティングでは創造性を引き出すことができ、データ分析は数値や洞察を活用する機会となります。まさに、個人の成長と継続的な学習が可能なキャリアを見つけることが重要だと思います。あなたはどうですか？キャリアの希望は？私はグラフィックデザイナーか UX、UI デザイナーになることに傾いています。視覚的な美学とユーザーフレンドリーな体験の創造に情熱を注いでいます。それは素晴らしいです。グラフィックデザインと UX/UI デザインは、芸術性とテクノロジーを融合させた需要の高い分野です。あなたはデザインに対する鋭い目を持っています。ありがとうございます。自分が選んだキャリアの中でどのような可能性や影響をもたらすことができるかを考えるとワクワクします。将来は有望に見えます。絶対に、やりがいをもたらし、独自のスキルを世界に貢献できるキャリアを追求することが重要です。私たちには提供できるものがたくさんあります。確かに、私たちが選んだ道について、これからも探求し、情報を集めていきましょう。情報に基づいた意思決定を行うことが不可欠です。これ以上は同意できませんでした。仕事の見通しを調査し、専門家と話をし、関連する経験を積むことが、私たちを成功へと導きます。絶対に。献身、忍耐力、そして仕事への情熱があれば、充実したやりがいのあるキャリアを切り開くことができます。旅は私たちを待っています。確かにそうです。この旅を受け入れ、新しい機会と可能性に心を開いておきましょう。エキサイティングな時代が待ち受けています。レッスン14、ダンスの喜び。こんにちは、アンナ。ダンスを試したことはありますか？楽しくてエネルギッシュな趣味のようです。こんにちは、ジョン。はい、実は以前にいくつかのダンスクラスを受けたことがあります。自分を表現し、アクティブでいられる素晴らしい方法です。それはとても楽しそうですね。どんなダンススタイルを学んだの？サルサ、ヒップホップ、社交ダンスなど、様々なスタイルを試してきました。それぞれに独自の魅力があります。それは印象的です。サルサを学ぶことにはずっと興味がありました。とても活気に満ちていて、エネルギーに満ちているように見えます。
サルサは確かに活気のあるダンススタイルです。音楽、リズム、そしてパートナーとのつながりがスリリングな体験をさせてくれます。想像できます。学ぶのは難しいですか？フットワークとコーディネーションが少し気になります。他のダンススタイルと同様に練習と忍耐が必要です。しかし、優れたインストラクターと定期的な練習があれば、コツをつかむことができます。それを聞いて心強いです。やってみることにワクワクしているよ。ダンスはリラックスして楽しむのに最適な方法のようです。絶対に素晴らしいストレス解消剤であり、リラックスする方法でもあります。さらに、ダンスクラスや社交イベントで新しい人と出会うこともできます。それはおまけです。同じような興味を持つ他の人とつながることはいつでもいいことです。ダンスがいかに人々を結びつけるかがわかります。間違いなく、それはコミュニティ意識と友情を生み出します。興味があれば、ダンスパフォーマンスやコンテストに参加することもできます。わあ、スリル満点ですね。ステージや競技会で腕前を披露するのは、かなりの経験になると思います。本当にそうです。アドレナリン全開と観客からの拍手は、それだけの価値があります。やりがいのある気持ちです。想像することしかできません。ダンスは芸術性、身体活動、社会的交流を独自に融合させたものです。これは総合的な趣味です。絶対に。そして一番素晴らしいのは、生涯を通じてダンススキルを学び続け、向上させることができるということです。それは生涯にわたる旅です。それがその美しさです。成長と新たな挑戦の余地は常にあります。ダンスの旅を始めるのを楽しみにしています。ワクワクしています。ダンスはあなたに大きな喜びと充実感をもたらします。ダンスフロアに足を踏み入れ、音楽に導かれる準備をしましょう。ありがとうございます。あなたの熱意は伝染します。リズムを取り入れ、ダンスの楽しさを体験するのが待ちきれません。やってみよレッスン15、自信を持って課題に取り組む。アンナさん、こんにちは。困難な課題に直面し、自信を持って取り組んだことはありますか？こんにちは、ジョン。もちろん、困難な状況は怖いものですが、自信を持ってアプローチすることが重要です。それはインスピレーションを与えてくれます。馴染みのないことや難しいことに直面したとき、どうやって自信をつけますか？私たちの強みと過去の成果を認識することがすべてです。自分が成し遂げたことを思い出すことは、新しいことに挑戦する勇気を与えてくれます。それは理にかなっています。過去の成功を振り返ることで、自分の能力に対するモチベーションと信念が生まれます。まさに。さらに、準備も重要な役割を果たします。知識を集め、関連するスキルを身につけることは自信につながります。準備は間違いなく自信を高めます。知識を深め、練習すればするほど、課題に正面から向き合うための準備が整います。絶対に。もう一つの側面は、ポジティブな考え方を取り入れることです。やる気のある姿勢を身につけ、障害ではなく解決策に焦点を当てる。同感です。ポジティブな考え方は、成長と学習の機会として課題に取り組むことを可能にします。
他の人からの支援を求めることも役に立ちます。支援してくれるネットワークに囲まれていると、自信がさらに高まります。支えてくれる友人、メンター、同僚は、私たちが最も必要な時に指導や励ましを提供できます。彼らに頼ることが大切です。間違いなく、コラボレーションや他の人の経験から学ぶことで、貴重な洞察が得られ、自信を持って課題を乗り切ることができます。それは本当です。私たちは以前に似たような課題を克服した人たちからインスピレーションを得て学ぶことができます。さらに、途中で小さな勝利を祝うことは、私たちの自信を高めます。どんなに小さくても、進歩を認めることでモチベーションは保たれます。どんなに小さな一歩でも前進することを認めることは非常に重要です。これにより、自信の勢いが保たれ、より大きな課題に取り組む意欲が高まります。絶対に。自信とは、課題に直面して克服するたびに強くなる筋肉のようなものです。よく言った。自信を持って課題に取り組むことは、個人の成長と新しい機会への扉を開きます。確かに。ですから、前向きな考え方、準備、そして自分の能力への信念を持って、あらゆる課題に取り組みましょう。私たちはこれを手に入れました。絶対に。味方としての自信があれば、達成できることには限りがありません。決意と自信を持って次の挑戦に取り組みましょう。レッスン16、アメニティの探索。アンナさん、こんにちは。何か手伝ってもらえないかと思っていました。さて、フロントに電話して、プールの状況について聞かせてください。こんにちは、ジョン。もちろん、先に進んで問い合わせてください。プールが空いてるか知りたい。こんにちは。プールについて問い合わせたかったのです。宿泊客は利用できますか？こんにちは、ジョン。申し訳ありませんが、プールは現在メンテナンス中です。数日間はアクセスできなくなります。ああ、それは残念だ。人を泳ぎするのを楽しみにしていました。他に利用できるアメニティやアクティビティはありますか？はい、他にもいくつかのアメニティをお楽しみいただけます。最先端の設備が整ったフィットネスセンターのほか、様々なトリートメントを提供するスパもあります。それは嬉しいですね。フィットネスセンターは絶対利用するよ。滞在中もアクティブでいられる良い機会です。絶対に。フィットネスセンターには完全なワークアウトに必要なものがすべて揃っています。旅行中もフィットネスルーチンを維持するのに最適な方法です。それを知って嬉しいよ。フィットネスセンター以外に、近くに野外活動やアトラクションはありますか？間違いない。ホテルから少し離れたところに美しい自然遊歩道があります。ハイキングや自然の中でのんびり散歩するのに最適です。素敵ですね。私は屋外で過ごすのが好きなので、必ずネイチャートレイルを探索します。ガイド付きツアーはありますか？はい、ホテル主催のガイド付きツアーがあります。地元の名所を探索したり、地域の歴史や文化について学んだりする機会を提供しています。それは素晴らしいです。私はいつも自分が訪れた場所について知りたいと思っています。必ずガイド付きツアーに登録しておきます。
きっと素敵な時間を過ごせると思います。ツアーは情報量が多く、目的地をより深く理解することができます。ご提案ありがとうございます。プールは閉鎖されていますが、滞在中に楽しめるアメニティやアクティビティはまだたくさんあります。どういたしまして。お役に立ててよかったです。予期せぬ変化が新しい経験の発見につながることがあります。それは本当です。すべては私たちにやってくる機会を受け入れることです。ここで過ごす時間を最大限に活用できることにワクワクしています。きっと思い出に残る滞在になると思います。フィットネスセンターを楽しんだり、自然遊歩道を探索したり、地元の文化に浸ったりしてください。ありがとうございます。ご協力に感謝します。まだ探索して楽しむべきことがたくさんあることを知って心強いです。レッスン17、おいしい料理を探る。アンナさん、こんにちは。オンラインでブラウジングしているときに、この地域のいくつかの素晴らしいレストランについて良いレビューがありました。どれかを試したことはありますか？こんにちは、ジョン。私はそれらのレストランのいくつかで食事をすることができて光栄でした。食事と雰囲気は素晴らしかったです。それを聞くのは素晴らしい。他のレストランと一線を画す特定のレストランを勧めていただけますか？絶対に。頭に浮かぶのは、ラドルチェビータと呼ばれる居心地の良いイタリアントラットリアです。自家製パスタと本格的な味は本当に素晴らしいです。イタリア料理は楽しいですね。私はパスタ料理が好きだ。どんなパスタ料理があるの？スパゲッティカルボナーラなどの定番のパスタから、トリュフマッシュルームのラビオリなどのユニークな料理まで、様々なパスタ料理が楽しめます。誰にでも合うものが見つかります。それは魅力的に聞こえます。ラ・ドルチェ・ビータは必ず予約します。他にもおすすめしたいレストランはありますか？もう一つの素晴らしいオプションは、魅力的な庭園に囲まれたフレンチビストロ、ルジャルダンです。彼らの料理は美しく盛り付けられ、風味豊かです。庭園に囲まれたフレンチビストロは魅力的に聞こえます。ル・ジャルダンではどんな料理が食べられますか？ルジャルダンは伝統的なフランス料理を専門としています。エスカルゴからコッコーバンまで、メニューにはフランスの豊かでエレガントな味が楽しめます。それは格別な食事体験のようですね。ル・ジャルダンもリストに追加します。他に何かおすすめは？フレーバーの融合には、スパイスルートを試してみてください。アジア料理と中東料理を独自にブレンドし、調和の取れた食の旅を演出します。アジアと中東のフュージョンは興味をそそられます。スパイスルートの看板料理にはどのようなものがありますか？彼らの傑出した料理の一つは、中東風にアレンジしたタイのグリーンカレーです。香ばしいスパイスと鮮やかな風味が絶妙にブレンドされています。それは食欲をそそる組み合わせのようですね。必ずスパイスルートの味を堪能します。おすすめ、ありがとうございます。どういたしまして。これらの素晴らしいレストランで思い出に残る食事体験ができると確信しています。楽しみです。いろんな料理を探求することは、私にとって旅のハイライトの一つです。
本当にそうです。地元の料理シーンに没頭することで、新しい味や文化を発見することができます。絶対に味覚を広げ、料理の芸術性を味わう素晴らしい方法です。確かに。だから、料理の冒険を楽しんで、一口一口味わってください。ボナペティ。ありがとうございます。それだけは必ずするよ。さすがにボナペティ。レッスン18、エルゴノミクスワークスペースの作成。アンナさん、こんにちは。私はダイニングテーブルをワークスペースとして使っていますが、背中には机の方がいいと思います。どう思いますか？こんにちは、ジョン。完全に同感です。仕事専用のデスクがあると、姿勢や全体的な快適性が大幅に向上します。私がずっと考えていたことです。どのタイプのデスクが適しているのか、何か提案はありますか？まあ、それはあなたのニーズと好みによります。高さ調節可能なデスクでは、座っている時と立っている時の切り替えが可能になり、血行が良くなります。それは有益に聞こえます。仕事をしながら立っていられるというアイディアが気に入っています。他に選択肢はありますか？別のオプションは、収納コンパートメントが組み込まれたデスクです。ワークスペースを整理してすっきりと保ち、生産性を向上させるのに役立ちます。組織化は間違いなく私に必要なものです。収納コンパートメント付きのデスクは実用的な選択肢のように思えます。検討すべき特定の素材やデザインはありますか？耐久性のために、無垢材または金属製のデスクを検討することをお勧めします。デザインに関しては、自分の美的感覚に合った、空間に合ったものを選んでください。無垢材や金属製の机は頑丈に聞こえます。それを考慮に入れるよ。その椅子はどう？エルゴノミクスチェアについて何かおすすめはありますか？絶対に。高さ調節可能、腰部サポート、アームレストを備えた人間工学に基づいた椅子を探してください。背中と首の位置が適切に調整されているはずです。高さ調節可能、ランバーサポート、アームレスト付き、デスクを引き立たせるエルゴノミックチェアを見つけることを優先します。快適なワークスペースを作るためのヒントは他にありますか？照明は非常に重要です。目の疲れを防ぐため、十分な照明を用意してください。デスクランプを設置するか、ワークスペースを窓の近くに配置することを検討してください。生産性と目の健康には適切な照明が不可欠です。作業スペースに十分な照明があることを確認します。アドバイスありがとうございます。どういたしまして。長時間の作業には人間工学に基づいたワークスペースの作成が不可欠です。快適さと健康を優先することがすべてです。これ以上は同意できませんでした。仕事をしながら身体の健康に気を配ることは必要不可欠だ。もっと快適なセットアップができるように、適切な机と椅子に投資するつもりです。それは嬉しいですね。長い目で見れば、背中と姿勢が良くなるでしょう。生産的で痛みのない職場環境をお祈りします。ありがとうございます。よろしくお願いします。より人間工学的で効率的なワークスペースを目指しましょう。レッスン19、居心地の良い、断熱された生活空間。アンナさん、こんにちは。リビングルームの模様替えを考えています。
裏地が厚くて居心地が良いことを確認したいです。何か提案は？こんにちは、ジョン。それはいい点だ。厚くて着心地の良い裏地は、暖かく居心地の良い雰囲気を作り出すことができます。カーテンやドレープの使用を検討したことはありますか？カーテンやドレープは素晴らしいアイデアのようですね。断熱だけでなく、部屋に優雅さを添えるものが欲しいのです。絶対に。ベルベットや保温材などの重い製地で作られたカーテンやドレープを探してください。保温性と高級感の両方を兼ね備えています。ベルベットや保温素材のような重い製地は、私が探している暖かさと優雅さを間違いなく与えてくれます。特におすすめの色はありますか？濃いバーガンディ、チョコレートブラウン、フォレストグリーンなどの豊かで温かみのある色調が居心地の良い雰囲気を作り出します。また、様々なインテリアスタイルにも合います。ディープバーガンディ、チョコレートブラウン、またはフォレストグリーン。これらの色は居心地の良い雰囲気を演出するのに最適です。カーテンやドレープを選ぶときは、それらを念頭に置いておきます。それは素晴らしい選択です。さらに、日中に自然光が入るように、薄手の製地や軽い製地をカーテンに重ねることも検討できます。薄手の製地や軽い製地でカーテンを重ねるのは賢いアイデアです。部屋を自然光で満たしながら、プライバシーを守るのに役立ちます。ご提案ありがとうございます。どういたしまして。居心地の良い生活空間に考慮すべきもう一つの要素はフローリングです。プラッシュラグを追加することを考えたことはありますか？はい、ぬいぐるみのラグを買うことを考えていました。部屋に快適さと暖かさが増すと思います。どのタイプのラグがおすすめですか？ウールやシャギーな質感のような柔らかくて厚い素材で作られたラグを探してください。足元で心地よく感じられ、部屋の断熱にも役立ちます。ウールのような柔らかくて厚みのある素材やシャギーな質感のラグサウンドが理想的です。部屋の全体的な配色に合うものを必ず見つけます。それは賢明な選択です。よくコーディネートされた配色は、目指している居心地の良い雰囲気を引き立てます。柔らかいクッションや膝掛けも忘れずに追加してください。クッションと膝掛けは、居心地の良い空間を作るのに最適なアイテムです。快適さを提供するだけでなく、視覚的な魅力も加えます。それらをリフォーム計画に含めます。レッスン20、個人データの保護。アンナさん、こんにちは。最近、データプライバシーの懸念について読んでいます。それは、私たちの個人情報がどのように世に出ているかに関するものです。こんにちは、ジョン。そうですね。データプライバシーは重大な問題です。オンラインで個人情報を保護するための措置を講じる必要があります。絶対に。データを保護する方法について何か提案はありますか？重要なステップの一つは、オンラインアカウントに強力でユニークなパスワードを使用することです。複数のプラットフォームで同じパスワードを使用することは避けることが不そ可欠です。れは良い点です。必ず強力なパスワードを作成し、パスワードマネージャーを使って安全に保管します。他に何かアドバイスはありますか？はい。二要素認証を有効にすると、セキュリティがさらに強化されます。アカウントにアクセスするには、携帯電話に送信されたコードなどの2番目の確認手順が必要です。二要素認証は、追加の優れた保護手段のように思えます。できる限り有効にしておきます。
ソーシャルメディアのプライバシーについてはどうですか？ソーシャルメディアに関しては、プライバシー設定を見直して調整することが重要です。一般に公開される個人情報の量を制限し、機密情報の共有には注意が必要です。ソーシャルメディアプラットフォームのプライバシー設定を調整することは理にかなっています。少し時間をかけてこれらの設定を見直し、強化します。公共の Wi-Fi ネットワーク上のデータを保護するのはどうですか？公共の Wi-Fi を使用するときは、銀行口座などの機密情報にアクセスしたり、パスワードを入力したりしないようにするのが最善です。仮想プライベートネットワーク VPN を使用してインターネット接続をそれを暗号化す心にることを留めておくよ。検討してくだ公さい。共の Wi-Fi を使用するときは注意して、データを保護するために特別な対策を講じることが重要です。データプライバシーに関する最後のヒントはありますか？オペレーティングシステムとアプリケーションを定期的に更新することが重要です。これらのアップデートには、多くの場合、基地の脆弱性から保護するセキュリティパッチが含まれています。ソフトウェアを定期的に更新することは見過ごされがちですが、データセキュリティを維持するためには不可欠です。常に最新情報を把握しておきます。貴重なご意見ありがとうございます。どういたしまして。個人データを保護することは継続的な取り組みです。これらの対策を実施することで、オンラインのプライバシーとセキュリティを強化することができます。絶対に、私たちの個人情報は貴重であり、安全に保つための措置を講じる必要があります。デジタル時代におけるデータの保護についてはこちらをご覧ください。レッスン21、小さな文房具店。アンナさん、こんにちは。モール内の小さな文房具店に気づきましたか？面白そうだね。こんにちは、ジョン。はい、私も見ました。いろんな文房具が並ぶチャーミングな小さなお店です。もう中に入ったの？まだです。営業時間はいつなのか気になりました。探検する機会を逃したくない。営業時間を確認しておきます。ちょっと待ってください。ありがとうございます。ご協力に感謝します。どういたしまして。彼らのウェブサイトによると、ショップは平日は午前10時から午後6時まで、週末は午前11時から午後4時まで営業しています。素晴らしい。そのおかげで、平日に訪問する時間がたっぷりあります。彼らのセレクションを閲覧するのを楽しみにしています。きっとユニークで便利な文房具が見つかるはずです。新しいことを発見するのはいつも楽しいです。絶対に、ワークスペースをより刺激的にするために、特別な文房具を見つけるのが楽しいです。おすすめのマストアイテムはありますか？まあ、好みにもよりますが、人気のある選択肢としては、カラフルなペン、ユニークなデザインのノート、様々な形の付箋があります。それらは私のコレクションへの楽しい追加のように思えます。目を離さないよ。画材も売ってるの？はい、画材専用の小さなセクションがあります。絵の具、ブラシ、スケッチブック、その他のクリエイティブなプロジェクト用の素材が見つかるかもしれません。それは素晴らしい。私は自分の芸術的側面を探求したいと思っていました。この店は始めるのにぴったりな場所のようだ。間違いなくそうです。たくさんのオプションから選択して、創造性を発揮してください。
アート関連のおすすめが必要な場合はお知らせください。ありがとうございます。申し出に感謝します。そのことについて君に説明するかもしれない。もうすぐその店に行くのが楽しみだ。どういたしまして。お役に立ててよかったです。訪問を楽しんで、文房具やアートの世界を探検して素晴らしい時間を過ごしてください。ありがとうございます。きっと楽しい経験になると思います。インスピレーションを見つけ、創造性を私の人生にも垂らすことにしましょう。